こんにちは、新藤紀美子です。今日は結構寒いんですよね。18度ぐらいしかなくて、雨も降り込んでちょっと降り込んできているので、ちょっと端っこからお送りしたいと思います。今日の素材はですね、昨日ちょっとホームセンター行ってきて姫りんごを買ってきたんですよ。これです。はい、こんなやつ。はい。実もたくさんついてて、はい、元気そうだったんで、この木をですね買ってきました。はい、で実はビデオに撮るつもりなかったんで、もうね植え替えしちゃったんですよね。はい、スポンとはい、こんな感じでちょっとありものの鉢にですね、できるだけ小さくなるように、植え替えて、でこの最初のこういうプラスチックの鉢にですね、割とギチギチに根は入ってたんですけど、こんな感じだいぶ2分の1ぐらいはしっかりこう切り込んで、はい、植え替えをしてしまいました。はい、姫りんごは植え替え適期がこう春と秋と、2つあると思うんですけど、私は割と秋派で今時期ですね、9月下旬10月の上旬とかそのくらいかなまでに植え替えすることが多いです。というのは春の植え替えは今年実を休ませて枝作りするとか元気を取り戻させるとかですね、そういう目的で春に植え替えることはあります。はい、でその実はつけさせないで来年の花芽だけつけさせて、その年終わりっていう感じですね。はい、で秋の植え替えは本来はその年は実をつけさせないで花芽だけつけさせたような、来年鑑賞する予定の木なんかに行うことが多くって、はい、花芽がねしっかり止まってて、多少葉っぱがついてても根の周りは早い樹種なので冬までにしっかり根も1回一吹きぐらいして来年の花は問題なく咲きます。はい、実をつけた後に植え替えても落下する心配はほとんどなくて、割と秋のね植え替えも可能な樹種だと思います。はい、あと春の植え替えはちょっとタイミングが難しくて、冬芽がちょっと膨らんできたかな、みずみずしくなってきたかなぐらいの時に植え替えないといけないんですよね。ちょっと動いてから植え替えると葉芽と一緒に花芽も上がってくるので、なんかこう花がね萎縮してうまく咲かなかったりとかするんで、ちょっと植え替え時期がですね間違えないようにしないといけないっていう注意点があるので、どっちも私は秋に植え替えちゃうことが多いですね。眼種病の予防のための殺菌と一緒に。はい、植え替えしちゃったんでもう作業することもないんですけど、これはもう盆栽っていうかまだ鉢植えの域な感じがしますよね。はい、だからこれから、来年からこのちょっとね枝とか抜いて増やしたりとかいろいろやりながらちょっと樹高を低くするっていうのを考えながらやっていこうと思ってます。少し実をねせっかくついてるんで、ちょっとだけこう眺めてから早めに摘果して来年の枝作りのための力つけさせようと思ってます。でもそれにしてもつきすぎなんで、少しね間引きしようかなと思います。つきすぎですよね。こんなたわわについててもなんかこうゴージャスすぎて、なんとなくこう盆栽っぽくないような、そんな気がちょっとしませんか？だからかなり減らした方がいいと思うんですよね。いいか。6個ぐらい取ったけど、まだ多いけど、しばらくこれで楽しませてもらおうかなっていう感じですね。はい、で姫りんご、私ずっと姫りんごだと思って今年実につけさせたら、実は姫コッコだったかもしれないっていう、こういう大きな実のりんごもありますね。はい、ちょっとこっちちょっとね虫に食われちゃったんですけど、こういう品種で姫りんごっていろいろあって、品種でこう実の違いなんかありますね。はい、
もともと姫りんごって食用のコッコーっていう品種のりんごと街道を掛け合わせて園芸用に作られたもので、それといろんなもののちょっと掛け合わせの掛け合わせみたいなので、結構いろんなものが実の大きさとかちょっと形が変わってたりとかしますよね。はい、私も欲しいなと思うのはあれなんだっけ、姫美香か、姫美香も欲しいなって。あれは多分姫りんごと深山街道の掛け合わせかな。なんかそういうのもいろいろあって、実の持ち方とか、観賞期の長さとかいろいろあるので、ちょっとねこの時期ちょっと集めたくなるようなものですよね。で今日は作業はもうやっちゃってるんですけど、ちょっと姫りんごってカルキとか肥料とかで実がせっかく観賞期なのに実が汚れちゃって気になることってないですか？そういう時のためにちょっとこういうのがあるのっていう紹介なんかもちょっとしたいなと思っております。はい。だいぶ植え替えで根は切ってるんですけど、そんなに弱ることなく来年も元気に芽吹いてくれます。はい。でも一応ねこんなにたくさんつけといたらさすがに弱っちゃうので、摘果は早めに、やっちゃおうと思っております。はい。観賞しようと思った時に結構実にですねこういうカルキみたいな汚れがですねついちゃうんですよね。特になんか姫りんごは特に目立つような気がします。はい。こういう時はですねこれも昔誰かから教えてもらったんですけど、こういう艶出しの植物用のなんだろう、リーフクリーンっていう商品なんですけど、ちょっとねなんか日焼けしてここもう文字読めなくなってるんですけど、こういうのがあるんですよね。この説明書特徴とか見てみたら観葉植物のホコリとか汚れとか薬剤散布跡とかなんかですね、葉の汚れを落とす、葉面洗浄剤らしいですね。はい。艶出しの効果もあるんでこのりんごのツヤツヤした感じを出すのにちょうどよくてですね、私使っております。で呼吸阻害なんかは起こりにくいと書いてあるんで、ちょっとね汚れが気になるっていう人は使ってみてはどうでしょうか。観葉植物用のリーフクリーンです。はい。よっこれねシュッてやるタイプのやつなんですよね。何でもいいんでこうやって吹きつけるだけ。で今ちょっと濡れてるんでツヤツヤしてますけど、乾いても割とツヤが残ってですね、カルキの汚れなんかも目立たなくなって結構ねいいですよ。はい。で肥料はですねもうあげちゃいます。はい。ちょっと気温が下がってくる分効き始めも遅いと思いますので植え替え後すぐに置き火をですねこうやって置いても、大丈夫です。はい。だいぶ乾いてきましたね。はい。ちょっとテカテカしすぎず少しツヤのある感じに収まっていい感じに馴染んでくれる感じなんでいいんじゃないですかね。